実は韓国の格闘技界にとってはとんでもないことが起きてるんですよこれ。だって各団体が集まったんだもん。まずロード FC 中京の選手とかね、ヤンジョーがいるような団体ですか。そこに今度ブラックコンバット、それがすごい人気なんですよ。でちょっとこれ語弊あるかもしれないけど、日本でいう立ち位置でいうと格闘技を真面目にやってるブレイキングなんですよ。コリアンゾンビ MMA という UFC 引退して自分で団体を立ち上げてるんですよ。コリアンゾンビの時に出てる AFC っていう大会もあるけど、そこで今度キックでマックス FC っていうところが一番大きいんですよ。みんなが集まったっていうことは画期的なことです今回。韓国版ザマッチですね。そういうことです。完全にそうです。 그 누구도 예상하지 못했던 결과가 UFC も普通に放送もしてるし、格闘技はどっちかというと身近なんですよ。多分秋山さんとか知らない国民いないと思うんですよ。歩けないんですよ。いやマイケル・ジャクソンですよ。はい、普通にバラエティーに出てるし、向こうでいろんな番組やってるんで、もうレベルが違うんですよ。いかんせん俺がマイケル・ジャクソンって言ったら嘘じゃないんですよね。大原君なんてとんでもない人気だからね。 경기에서 어디까지 올라오나요? 오하라 줄입니다. 야, 明洞の中国大使館前の監禁所のとこで監禁してる時に警備してるおまわりさんが「ジュリさんですか?」っつって「一緒に写真撮ってくれ」と言ってきたんですけど、仕事中だよねと思いながら撮りましたけどね。韓国の選手自国だと強いですよ。自分のところで負けたくないっていうことを考えたら強いですよ。6勝5敗じゃないですか。でもギリ勝ちギリ勝ち越しかどうかですか。여기서 3위 포지션. 계속 파운딩 기원빈. 아 멈춥니다. 자, 기원빈. 여기서 기원빈이 파운드. 타격전을 되게 선호하는 저돌적인 파이터라고 생각합니다. 한국에 뭐 강렬한 파이터가 있다라는 걸 좀 보여주고 싶습니다. 基本の名前があってマジかと思った。そうまあもう逆にこれいいのって思いましたよ。サトシがやられる可能性あるからね。それが大事なんだよ。 그래플링이요? 뭐 세계 뭐 탑급이죠. 사실상 사실 그러니까 주짓수 시합이 아니라 MMA라는 사실이기 때문에 그러게요. 그래도 뭐 좋은 모습들을 많이 보여주지 않을까요? 네. 자, 연타. サトシ選手と組んだって勝てるわけないじゃん。当てるしかないじゃん。それをできる人なんですよ。体強くて。 もちろんが悲しいですよね。でももうまだ良かったのはクレブルの気持ちが変わらないです。まだもっと強くなりたいとか彼の気持ちが変わらないから、だからもう私ももっと頑張ります。よくが私とクレベルが話するのは気持ち。MMA の試合の中が気持ちはすごい大事。もう私の名前と私のレガシーもあるから、だからもうまだまだ気持ちがもちろんあります。ベルトの守るが大事だけど、日本の MMA がもう上げるが一番いいですよね。これからも来人日本だけじゃなくて、前がアゼルバイジャンとか次は韓国とか絶対にもっと上がりますですね。
私の気持ちはタイトルマッチみたいなんで王者だから、ね、負けるは許さないですよね。言うほど甘くないですよ。彼が思い切り打撃来るから全部来るね、ストレートとかフックとか。いつも彼の KO パンチが後ろの手からですね。今回が KO で負けて、私の次の相手がもう打撃が得意からそれでも心配だけど、気持ちと頭の考えとか、プランとか、ね、それだけしっかり気をつけます。 당연히 넉아웃이죠. 네. 저의 파이팅 스타일이 라이진 팬분들에게 좀 큰 충격을 좀 불러일으킬 수 있게 훈련을 열심히 할 테니 많이 이제 응원을 해주시기 바란다고 꼭 전해 주십시오. 耳の中もちろんみんながそのなんかバイオレンスが思い切りの見せたいけど思い切りと殴るだけではないの。MMA がミックスだから美しいだね、みんなが見せたい。はい。まだライジンと日本のMMA の名前に守りたいから、それで頑張ります。どこけたんですか。俺マジかと思った。サトシにワンチャンありえそうな人です。キム・スチョルとやるならこのタイミングだなと。10年以上前に戦っていて、僕はその時4ラウンドで TKO 負けしてるんですけど、お互いのこの信じた道を突き進んでいって、そこでまた交わえることに感謝して、思いっきりこの気持ちをぶつけたいなと思います。にわかかにわかじゃないかのちょうどセンターライン、佐藤翔子です。佐藤翔子。MMA とは何たるかっていうのを体現できたら嬉しいですね。人生だから勝ちも負けも自問自答してこう何のために生きてるとか、まあ、そういうの考えるのすごい好きなんで。ワンツー右のストレート左から右アッパー何のために生きてるって考えたから、まあ、格闘技のために生きてるわけではないよなって、楽しいからまあやってるだけだしなみたいな。佐藤翔子は絶対ないですね。僕も一緒やるんだったら一緒やりたいんで。父親がまあ特殊っちゃ特殊なんで、自分がもう好きなことをもうひたすらやってる人なんで、なんかそういう影響はすごい受けましたよね。佐藤選手の方からお父様のことを紹介していただけますか。偉大な父。昔うち来たよく芸能人なんか見せてね。お、いいっすね。これだと思う。書いてあるか。どうですか。嘘。ボブ・ディランですよ。ボンジョビ。嘘でしょ。嘘でしょ。ごめんなさい。本当うち来ましたよみんな。デュラン。デュラン。いいデュラン。うわ、すごっ。ちょっとすごかったです昔は。いや。当時はコートみたいな長いのが流行ると思うよ俺。そうね。うん。どう？かっこいい。どっちがいいの？こっちかな。
もう冬だからね。もう冬とですよ。ファッションカー今来年の春夏やってんだよ俺ら。なるほど。なんか持ってくの大変そうだけど、まあ、これにします子供の時はなんか外国の人とかいっぱい家に来るような感じで、マイルス・デイビスとかグラミー賞とか出てる人の衣装とかそういうことをやってたんだなって後からまあ知ってまあアーティストですね。はい、俺そういうなんかこうポーズできてるタイプじゃないからあんまりそういう風に見えないと思う俺は。職人の方じゃないかなどっちかっていうと。父親と母親離婚してるんで、お互いもう自由に自分の人生歩んでるんで、俺も勝手にやろうと思って。アマちゃんところずっと見てるね。いつも下なんですよ。これつまんない試合がいつも見てる方として分かるでしょ。なんなのよぬるま湯でへこいたみたい試合。ぬるま湯でへこいた。佐藤選手からにわかって言われちゃうんじゃないですか。それでも大事なことはみんなそういう人がほとんどなんだからね見る方は。そうです。一般向けに作ってないでしょ服も。ああちょっと言いたいと思うんですけど。言いたいというか。ジャンルこそ違いを気づいたら親父と同じような生き方とか。ああそうですね。はい、もう好きなことがちょっと違うだけで、まあよく言われてましたね。何でもいいから、おならの臭さでもいいから世界一番になれってよく言われてたから、一番になること大事じゃないですかね。チャレンジしていくことは大事じゃないですか。ごめん、勝つとこ見せれなかった。次に関して言えば、スーチョルがディフェンシブに来るっていうことは一切ないんで、にわかもそうじゃない人も面白く見れるマッチだなとは思いますけどね。右のロー。어렸을 때부터의 그런 강박장애 같은 거라서 이게 가지고 있던 게 이제 터져가지고 운동을 조금 그만두고 아예 다른 직업을 또 막상 그거를 원하지는 않더라고요. 그래서 나중에는 하지만 또 직업을 너무 또 운동은 또 너무 사랑하니까 당신이 원하는 걸 해라. 내 옆에 있을 테니까. 마지막엔 그렇게 얘기했던 것 같아요. 빠빠 토닥토닥 해줘. 빠빠 괜찮다고 토닥토닥 해줘. 인생이란 게 정말 염원하고 살면은 염원하고 살고 그다음에 강인하게 살다 보면 이번 경기만 제 목숨을 걸고 준비하고 있습니다. 저도 경기가 가기 전에 무섭다, 도망가고 싶다. 하지만 그래도 전 격투기를 너무 사랑하기 때문에 제가 할 수 있는 만큼 계속 사는 내내 계속 하고 싶습니다. 그래도 우리 둘이 열심히 살았구나. 그래서 여기까지 와서 만났구나 이 생각을 합니다. MMA の面白さ見せたいなっていう、全部こう使い切るような戦いできたらなんか楽しいだろうなって、やってる方も見てる方も、そういう試合したいなって今回思ってますけど。何でもいいよ、勝つのは大事だよね。勝ってもつまんないって言われるんだけどね。
本当にいつも下になってねつまんなかったですよ俺いつも文句言ってました何これわざわざ下が不利とも今限らないですよ、でも頑張りますし大臣 MMA ルール5分3ラウンドライト級キム・シオン VS 宇佐美翔パトリック。打撃に関しては一番僕がうまいと思ってるんで、会場も盛り上げないといけないと思うし、そのために呼ばれてるんで1ラウンドから倒しに行きます絶対。宇佐美選手の相手もゾンビのところから探してもらったまだ経験少ないですけどいい選手ですよっていう言われた選手なんで。Rất đây, thằng tay 6 cực nặng tới từ Kim Chi Won và trận đấu kết thúc rồi. Thật sự bất ngờ. 좀 한국을 의미하고 싶었어요. 저는 한국 선수다라는. 타투는 다 좀 한국적인 한국을 상징하는 느낌이 강해요. 호랑이라든지. 저는 모든 면에서 압도하고 싶어요. 타격 우선에서 주먹이 좋다 그래서 그거는 또 해봐야 아는 거기 때문에 뭐 주먹이면 주먹, 그래플이면 그래플이 그건 다 압도할 수 있어요. スピード感ではやっぱ僕の方が上だと思うんで、組み技やってても展開を作れたりとかスクランブルがすごいできるようになってきたんで、倒せる時倒しに行きます。はい。いやめっちゃ楽しみですね。しかも今回は弟と一緒に。感覚でいうものがもう本当に特別すぎて、あいつがボクシングやめずにやってたら僕よりボクシング上行ってると思います。14歳ぐらいの時にはもう単車乗ってました。乗れないですけど、心の免許で乗ってましたね。はい。ロケットカウルつけて3段シートつけてみたいな。でお父さんに「もうお前日本から出ていけ」と。卒業式の何日か前ぐらいにカナダ飛ばされましたね。最初はボクシングめっちゃ真面目にあっちでやってたんですよ。僕半年ぐらいやってました。正直カナダ代表は、頑張ってたら慣れてたと思います。気づいたらギャングになってましたね。で僕20歳手前まであっちいたんですけど、友達も悪い人たちだから、あっちおったら一生刑務所か死ぬかのどっちかやったんで、お母さんがすごい心配して、もうお願いやからもうこいつ連れて帰ってくれみたいな、親父に電話して帰ってこいっつって。スポットライト浴びてるお兄ちゃん見てすんげえかっこいいなっていう、俺も真面目にやってたらこうなれてたんやろなっていうやっぱ気持ちになって、まだ遅くないんじゃないかなって思えたんで、そこから頑張るようになりましたね。やっぱ才能はちょっとは他の人よりかはあるかもしれないですけど、練習こんだけしてるんで負けるわけないっていう。今後の格闘技界に向けてぜひ注目していただきたいファイターの一人です。宇佐美秀メイソン。はい、日本帰ってきてから悪いことか本当してないですね。アルバートプラス右フック、左からそして左するとアッパーだ、まとめていった。左から左。そうですね。ご覧いただいたようにウェルター級の王座決定戦は宇佐美秀メイソンが純粋に格闘技好きやねんなって、それが今になってだんだん覚醒してきてると思いますし、面白い未来がこれから見えてくるんちゃうかなと思います。メイソンに関しては2人で花火ぶち上げようぜっていう話はしてますね。やっぱり僕は絶対先に戦うんで、絶対勝っていいバトンを渡さなあかんっていうのもあるんで、
まあ、そういうところはまあプレッシャーですけど、まあ、プレッシャーに強いタイプなんで、はい、大丈夫です。これはちょっとしんどいかもしれないですね。振り返ると、やるせなさというか自分に対してのムカつきというか、人が多すぎますね。フェザー級は限られた椅子の中に居座り続けるのか、もっと高いところ見に行くのかっつったらやっぱ上行きたいんで。長男さんは厳しく指導をして愛のある接し方をしてくれる指導者だと思ったので、最初の言ったでゲロ吐きそうになりましたね。なんでみんなこんな淡々と練習してんだろうと思って。みんな強くてやっぱみんなリスペクトありますね。だからそこでこういい相乗効果ができてるのかなと。やっぱりいろいろ変わってきたんで。練習姿勢とかはすごい真面目でやりすぎるくらいやるんで、そういう選手は好きなんですけど、ストッパーにもなりつつ、あとはその武器ですね。武田君の試合を今まで見てきて、ここまで運動量を使ってるんだったらちょっともったいないなと思う部分があって、インパクトに欠ける部分とか、あと打撃がなかったりとか、ここをちょっと付け加えることによって面白くて強い選手になるんじゃないかなと思うんですよね。でも次の試合でもちょっと違いが出ると思うんですよね。だいぶ練習の段階ではちょっといろいろ変化は出てきたなっていうところがあるんで。長男亮っていう船に僕は乗ったんで、俺たちは強いぞっていうところを見せてやりたいですね。若くてアグレッシブだし、実際会見の時に呼んだら練習にタイに行っちゃってたんで、真面目に武田食ったら美味しいですかね。かけてるでしょうね、香るでしょうね。負ける可能性はあると思いますね、日本人が。はい。19の時僕は大学1年セキュリティもしてすげえ遊んでますねすごいなって思いますね。スタイル的に言ったら気持ちがすげえ強いな。僕が行くとこに対して合わせるっていう作戦とかもしてるんじゃないですかね。フラストレーションっていうのはかなり高まってますね。バチバチに行きたいですね。ゼロからですね、またやらなきゃいけない。やっぱりいい感じに精神状態は保ってますね。下町好きですか？はい、大好きです。葛飾区とか、足立区が一番いいです。
地味ですよほんまにほんまにキラキラしてないですよ違います。自分が好きだからお母さんマサトさん払ったんですよ。自分はキットが好きだからバチバチ好き家の中でも。でも自分がその時やりたいなんて全然思ってもなかったんで。体中痛いです。筋肉痛で。それではちょっと浮いてるな。はい。ちょっとこう一番練習しますよ。本当に。ずっと2ブレンドとかずっとやってきてるんで、朝は走り込みだけで5、600メートルとか10本ぐらいで普通に走るのダッシュで。いやすごいですよ。全員男の子の中で一人女の子が頑張ってるんで。すぐなってますよ。めちゃくちゃ。あの時から倍ぐらいすぐなってますよ。戦績は波、ルックスは極上、武器は使うべし。ここまで来たらサクセス。ケイト・ロータス。左フック、今も沈んでから左フックでした。ジャッパー狙って膝を立てますが、今度はボディだ。そして顔面が顔面サイドフック。いやラッシュをかけます。レーナ止めた。ケイト・ロータスそのまま。勝者レーナ。壮絶な戦いでした。いやー、もう一回やりたいです。もう一回やりたい、絶対にもう一回やりたいです。ちょっと熱くなりすぎたなっていう、無視してやりたいことやっちゃったなって。横田大虫ってことだよね。はい。分かったっすって自分が言ったやつ。ごめんなさい。いやいいんだよいいんだよ。ただもうやばくなった時はいつでもしがみついてもよかったなっていう最後ね。最後。で最後だけ。次のラウンド行ってれば、まだ相当しんどいかもね。で見てみたいな感じ。結局さ、蹴りがインローとかもらい出したじゃん、はい、あの時に近いよって俺さ、あそこで本当だったらタックル行ってテイクしてこれでいいわけよ。そこがだから今回ちょっとプレッシャーかけてこんなお仕事良かったんだけどボディまで出てないから全部出ないからこれじゃん。分かったっす、ね、だからケイトも一回さこれ聞かせたじゃん。分かる？だから覚えてる？学園であったじゃん。あそこでボディいければいいんだけど同じことずっとさ、分かったっすって言ってあれなんか自分がそうあれだけどいいタイムで生きるからなんかいやいいタイムで生きるから俺本人がこう行きたくなっちゃった。だから次もじゃあそこ気をつけないといけないし今回ちゃんと冷静に。저도 KT 선수가 너무 예뻐가지고 깜짝 놀랐었기도 하고요. 과연 경기가 끝나고 나서도 너가 더 예쁠까라는 생각을 하고 있습니다. 第2代ロード FC 女子アトム級王者新優里。ナイスカス。右の肘出してきます。今左の肘入りましたね。カットしたな、眉。どちらですか？レイナ選手は。ストロングなハートはしてましたね。はい、気持ちも強いですし、
本当にポーカーフェイスで全然顔にも出さないし 저는 이제 타격에서 가장 최상이라고 생각하는 레나 선수랑 또 조금 비등하게 싸웠다고 생각하고 있고 그리고 이제 그래플러 중에서도 최상위인 그 하마사키 선수랑도 싸워보기도 했고 타격에서도 그래플링에서도 가장 높은 선수들이랑 싸워봤기 때문에 솔직히 무서울 게 없다고 생각해서 지금은 気強いファイトスタイルの人好きなんで楽しみだなって感じですねポテンシャルだけだったらすごくあるけどまだやっぱ出せてないですよまだずっと一生伸び続けてほしいんで一生やるんですかやらないですよ無理ですよこんなきついことも多分練習量とかを本当にこなしてるんでそこに細かい技術をつけてそれをセコンドに言われなくてもできるようになれば自分もトップいけると思ってるんで。うまかったです。